皆さんこんにちは、ずんだもんです。投資のお姉さんです。最近新NISAを始めたけど不安だらけなのだ。特に最近の地震頻発を考えるとどうしたらいいのかわからなくなるのだ。そうね、地震なんて突然起こるし、投資なんてそれこそリスクがいっぱいだからね。お姉さんはどうやってそんな不安を乗り越えてるの？簡単よ。不安をコントロールするための知識と準備があるからだよ。さすがお姉さん、やっぱり頼りになるのだ。さて、今回は地震頻発、どうする新NISAについて解説していくわよ。いろいろ教えてほしいのだ。それじゃ、地震と新NISAについてお話しするわね。ぜひ最後までご視聴ください。チャンネル登録、高評価お待ちしているのだ。長期的な視野での投資判断。さて、地震みたいな一時的なショックに対しても投資には長期的な視点が必要なのよ。長期的な視点ってどれくらいの期間を考えればいいのだ？一般的には5年から10年、時にはそれ以上を見越して考えるのがいいわね。地震で一時的に市場が下落してもパニックにならずに持ち続けることで長期的なリターンが期待できるのよ。でも地震で市場が下がったらすぐに売りたくなる気持ちもわかるのだ。それが投資家としての大きな試練だよね。市場が下がった時に冷静でいられるかどうかで最終的な利益が変わってくるの。だからパニックに陥らないために事前にリスクを理解しておくことが重要なのよ。なるほど、事前に準備しておけば心が落ち着くのだね。具体的にはどんな準備が必要なんだ？まず分散投資を徹底することね。例えば株式だけじゃなくて債券や不動産にも分散して投資することで地震などのリスクを分散できるのよ。分散すれば一つの資産が大きく下がっても他の資産でリスクを補える可能性があるわ。分散投資ってやっぱり大事なんだな。他には何かあるのだ？もう一つ重要なのは非常時のための現金を確保しておくこと。どれだけ投資がうまくいっていても緊急時にすぐに現金が必要になることもあるわ。だから投資とは別に手元にある程度の現金を残しておくのが賢明なのよ。確かにいざという時に現金がないと困るもんなのだ。でもそのために投資額を減らすのは少し怖い気もするけど。そうね、でもそれが安全策なのよ。投資はリスク管理が全てだからどんなに利益を追求したくても最悪の事態に備えておくことが大切なのよ。これが地震頻発のような不安定な状況でも新NISAを安心して続けるためのポイントなのよね。なるほど、少し不安だったけどお姉さんの話を聞いてちょっと安心したのだ。やっぱり準備と計画が大事なんだね。その通り、リスクを理解してしっかり準備しておけば地震が頻発しても冷静に対応できるはずよ。それが賢い投資家の心得ってもんだよね。ありがとうお姉さん。僕も長期的な視点を持ってしっかり準備しておくのだ。その調子よ。ずんだもん。ゆっくりだけど確実にしっかりとした投資を続けていきましょうね。非常時の現金を持っておく。先ほども言ったけど非常時のための現金を確保するってのは投資の基本中の基本なのよ。災害が起きた時現金がなければ何もできなくなるからね。でもお姉さん、現金を持ってるとインフレとかで価値が下がるって聞いたことがあるのだ。それでも現金を持つべきなの？いい質問だね、ずんだもん。確かに現金の価値はインフレで下がることもあるけど非常時には流動性が何より大事なのよ。災害で困った時にすぐ使えるお金がないともっと大きな損失になる可能性があるからね。なるほど、だからすぐに引き出せる現金が必要なんだね。でもどれくらいの現金を確保しておけばいいのだ？一般的には生活費の3ヶ月から6ヶ月分くらいが目安だと言われてるの。でも地震の頻度やリスクを考えるともう少し多めに準備しておく方が安心かもしれないわね。特に家族がいる場合や収入が不安定な場合は多めに用意しておくべきだよね。3ヶ月から6ヶ月分か。それくらいなら頑張ればなんとか貯められそうなのだ。でもそのお金はどこに置いておくべきなんだ？現金の置き
き場所についても大事なのよね。銀行の普通預金口座に置いておくのが一般的だけど、災害時には銀行が利用できないことも考えられるから、少しだけでも手元に現金を置いておくのもありだよね。それにクレジットカードやデビットカードも併用するとさらに安心なのよ。そっか、いろんな場所に分けておけば安心なのだね。現金だけじゃなくて他の手段も考えておくのが大事なんだね。その通り、準備がしっかりしていればいざという時にも落ち着いて対応できるのよ。非常時に慌てないためにも今からしっかり準備しておくことが大切なのよね。分かったのだ。僕も今から少しずつ非常時のための現金を準備しておくことにするのだ。でもお姉さん、そんなに現金を用意しておいたら投資するお金が減ってしまうんじゃないかって不安なのだ。それも確かに悩むポイントよね。でも投資はリスク管理が重要だから、リスクを考慮しない投資はただのギャンブルなのよ。非常時に備えてお金を分けておくことは結果的には投資全体を守ることにつながるのよ。だから必要な現金を確保しつつ、残りのお金で計画的に投資を続けるのが賢い方法なのよね。なるほど、リスク管理ってそういうことなんだね。ありがとうお姉さん、これで少し安心したのだ。それが分かればもう安心だね。これからも地震や災害に備えてしっかりと準備していきましょう。僕もお姉さんみたいにしっかり準備して賢く投資を続けるのだ。リスク分散の重要性。リスク分散を徹底するってのは投資の基本中の基本なのよ。特に地震みたいな自然災害はいつ起こるかわからないから、いろんな資産に投資を分散しておくことが重要なのよね。でもお姉さん、一つに集中して投資する方が効率的だと思うのだ。分散すると利益も分散しちゃう気がするんだけど。確かに一つに集中すれば短期間で大きな利益を狙えることもあるけど、その分リスクも大きくなるのよ。例えば地震でその一つの資産が大ダメージを受けたら全部の資産を失う可能性もあるでしょう。分散投資なら他の資産がリスクをカバーしてくれる可能性があるのよ。なるほど、それでどんな風に分散すればいいのだ。株式以外にもいろいろあるけど何を選べばいいのかわからないのだ。そうね、分散投資って言ってもただ闇雲にいろんなものに投資すればいいってわけじゃないのよ。例えば株式だけじゃなくて債券や不動産投資信託、さらには海外資産にも目を向けるといいわね。これである地域で地震が起きても他の地域の資産が影響を受けにくくなるから全体のリスクが減るのよ。ふむふむ、だからいろんな種類と地域に分散するんだね。でもお姉さん、それって管理が大変そうなのだ。どうすればうまく管理できるの？そこは投資信託とか ETF を活用するといいのよ。これらはプロの運用者がいろんな資産に分散投資してくれるから自分で個別に管理するよりも楽だし効率的なのよね。それに定期的にリバランスすることでリスクを常に最適な状態に保つことができるのよ。なるほど、投資信託とか ETF なら僕でもできそうなのだ。それにしてもリバランスって何なのだ？リバランスっていうのは一定期間ごとにポートフォリオを見直して元の割合に戻すことなのよ。例えば株式が増えすぎたら少し売って債券に振り分けるとかね。これを定期的にやることでリスクをコントロールしながら長期的に安定したリターンを目指すことができるのよ。なるほど、リバランスって大事なんだね。僕も分散投資とリバランスをちゃんと意識して新NISAを頑張るのだ。その調子よ。ずんだもん。リスクをちゃんと管理してこそ安心して投資を続けられるってものなのよ。これからも一緒に勉強して賢く資産を増やしていこう。ポートフォリオの見直し、投資ポートフォリオを定期的に見直すことって本当に大事なのよ。特に地震が頻発する地域に住んでいたり地震リスクの高い国に投資している場合はなおさらなのよね。でもお姉さん、ポートフォリオを見直すって具体的にどうやるのだ？僕にはちょっと難しそうに聞こえるのだ。まあそう思うのも無理はないわね。でも実はそんなに難しくないのよ。まず
自分の投資先が今のリスクに合っているかどうかを確認することが大事なの。例えば地震が頻発している地域に不動産を持っているとしたら、そのまま放置しておくのはリスクが高いわよね。そうなんだね。リスクが高くなったらそのままにしておくのは危険なんだね。でもどうやってそのリスクを確認すればいいのだ？リスクの確認はニュースや専門家のアドバイス、そして自分の直感も大事なのよ。それにリスクが高いと感じたら他の安全な資産に組み替えるのも一つの手段よね。例えば地震リスクの高い地域から資産を移動させるとか、他の国や業種に分散することでリスクを抑えるのが効果的なのよ。なるほど、それなら僕にもできそうなのだ。でもお姉さん、どれくらいの頻度でポートフォリオを見直すべきなんだ？定期的に見直すことが基本だけど、具体的には半年から1年に1回はやった方がいいわね。でも地震とか大きなイベントがあった時はその都度チェックしておくのがベストだよ。あとは自分の目標やライフスタイルの変化に応じて調整することも大切なのよ。なるほど、定期的に見直すのが大事なんだね。それなら僕もこれからちゃんとポートフォリオを見直してみるのだ。そうね、それが賢い投資家のやり方よ。投資は放置しておけばいいわけじゃなくて、しっかりと管理してこそリスクを抑えながら利益を狙えるってもんなのよね。だからずんだもんも怠らずにちゃんと見直していきましょうね。お姉さん、これからは定期的にチェックしてしっかりとリスクを管理するのだ。それでこそ投資家として一歩前進だね。安心して新NISAを続けていくためにもこれからも頑張りましょう。インフラ投資の検討をするずんだもん。地震が頻発している最近、新NISAで投資する際に何を考えるべきか知ってるかしら？あまりわからないのだ。地震が起きたら投資が危ない気がするのだ。そうね、地震が起きると市場も不安定になることが多いわ。だからリスク分散が大切なのよ。例えばインフラ関連の投資を検討するのも一つの方法なの。インフラ投資って何なのだ？聞いたことあるけど詳しくは知らないんだよね。インフラ投資ってのは道路や橋、電力などの基盤を支える事業に投資することなの。特に最新技術を提供する企業や災害復旧に強いインフラ事業は地震があっても成長が期待できるわけ。災害後の復興にも貢献するし、安定的な収益を狙えるのよ。なるほど、それって安全そうでいいのだ。でもインフラってどれも同じように見えるけど、どこに投資すればいいの？いい質問ね。インフラといってもいろいろあるから、特に地震対策に力を入れている企業や地域の復興に積極的な企業を選ぶといいわよ。もちろんリサーチは欠かせないけどね。地震後に需要が高まる技術やサービスを提供している企業は特に注目なのよ。お姉さん、すごくわかりやすいのだ。でもリスクは完全になくせないよね。その通り、どんな投資にもリスクはつきものだけど、それをしっかり理解して準備をすることが大事なのよ。インフラ投資はリスク分散の一環として考えるべきだけど、それだけで安心しちゃダメだわ。ポートフォリオ全体でリスクを管理することが必要よ。そうか、僕ももっと勉強して地震に負けない投資を目指すのだ。その意気だよ。ずんだもん。知識をつけてリスクを恐れずに上手に投資を続けることが成功の鍵なのよ。最後に、というわけで今回は地震頻発どうする新NISAについて解説していきました。ずんだもん、どうだったかな？お姉さん、今回もめちゃくちゃ勉強になったのだ。地震のリスクを考えながらでも賢く投資できる方法があるんだね。それはよかったわ。今後もこのような形で解説していきますのでチャンネル登録よろしくお願いします。今日はここまでよ。それじゃ。ご視聴ありがとうございました。